はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。ポータブル電源で有名なエコフローっていう会社があるんですけども、この会社リバー2とかデルタ2っていう感じですごい進化したポータブル電源の後継機出しているんですけども、なんとポータブルスポットエアコンの後継機も出してきました。しかもこいつどうやら冷房だけじゃなくて暖房もできるように超絶進化してるらしいんですよね。というわけで今回そんなすごい後継機を使わせてもらえることになりましたので、実際にいろいろ使ってみたいと思います。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、冷却性能や風速や騒音とかいろいろ測定してみたり、実際にテントや一軒家で使ってみてどの程度効果があるのか試してみたいと思います。今回測定してみる製品や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。しかしこいつ性能アップしてるのに価格はめちゃくちゃ安くなってるっぽいんですよね。で今回測定してみるのがこれ、エコフロー社製ポータブルエアコン Wave2 っていうやつですね。でスペックはと言いますと、冷房能力が約 1.5kW で暖房能力が約 1.8kW で、設定温度が16度から30度、動作温度は0度から50度、ソーラー充電入力は11から 60V の最大 400W、 防水等級は IP ペケ4で、寸法は 518×297×336 で、本体重量が 14.5kg っていう風になってます。でおそらくこのスペックだけ見てもピンとこないと思いますので、前の機種と比較してみたいと思います。じゃあ新型と旧型何が変わったのか比べてみたいと思います。左側が旧型で右側が今回の新型ですね。まず上から見ていくと、冷却能力ですね。前のやつが 1200W に対して今回のやつは 1500W と 1800W ということで約 300W 冷房だとアップしてるってことになるんですね。それから空調面積ですけども、前回のものが8平米までだったのが10平米までということになってますので、これも約 20% アップで、それから運転電力ですね。これは 400W から 560W にアップしているので、ここら辺能力上がってるので、このアップはしょうがないですかね。で次はサイズなんですけども、いろいろ寸法変わってるんですけども、全体的には約 20% のコンパクト化が図れています。そして最後に重量なんですけども、これ前回のものが 17.5kg に対して今回のは 14.5kg ということで、これ 3kg も軽量化されてるんですね。で今回の機種簡単に言うと、性能はアップしているけどもサイズと重量は小さくなっているということで、全体的にかなり頑張ったような設計になっているかと思われます。それから価格、旧型の定価が約17万円に対して新型は14万3000円というわけで2万6000円くらい安いんですね。さらに今は値下がりして10万7250円になってるので、旧型よりも約6万円安いというわけで、価格の方もかなり頑張ってるイメージですね。今回のポータブルエアコンもちょっと前にどこでも12分で氷が作れるポータブル冷蔵庫と同様、エコフロー社が画期的なスマートデバイスとして新しく出す3機種の一つですね。中身出すとこんな感じですね。でまず入っていたのが蛇腹を本体に固定するための部品で、これ外気用が大小2種類、内気用吹き出し口用が1種類入っています。それから蛇腹のホース、こうやって引っ張ると伸びて好きな角度に変えることができます。で伸ばした時の長さは 1.4 メートルってなっていて、前機種よりも 0.4 メートルほど長くなってます。それからもう1本細い蛇腹が入っていて、これも伸ばした時の長さは約 1.4 メートルです。それから排水用のドレーンホース、それからこれはなんだ、謎の部品で、ありがとうのお手紙や保証書類、そして最後に取扱説明書で、もちろん中身は日本語で書かれてますので、これ迷うことなく使うことできますね。段ボールの緩衝材の間に何か入ってる。なるほど、
これこうやって排気口を窓とかに取り付けるときに活用できるやつっぽいですね。あ、これ地味に嬉しいな。はい、では早速本体見ていくんですけども、まずは正面ですね。この真ん中の上の方に、はい、これ吹き出し口があって、こんな風に風の方向を変えることができるようになってます。で、下の方に行くと、はい、これ内気を吸気するためのでっかい吸気口ですね。これ取り外して掃除できるようになってます。で、側面見てみますと、はい、非常にすっきりしたデザインですね。で、下の方に引き戸みたいなのがついてるんですけど、これ開けると DC 関係の入力ポートがついてます。このコードは AC100V のコードですね。そしてさっきの謎の部品、これここに装着してAC のコードを巻きつけておくことができるようになってるみたいです。で、後ろ側に行きますと、はい、でっかい外気用の吸気口があって、こっちもフロントと同じように取り外すことができるようになってます。そして左下の方にドレーンホースを接続するための穴で、これカポッと取り外せるようになっていて、中に残った水を取り出しやすいようになってます。ちなみにこいつ排水を蒸発させる機能がついてますので、クーラーの場合はドレーンホースつながなくてもそのまま使うことできます。そして逆サイドの側面は、はい、何もありませんね。そして上側に行きますと、はい、操作スイッチと表示パネルがついてます。で、一番右がスイッチで押しますと、はい、電源が入りましたね。で、一番左は切り替えスイッチで、冷房、暖房、送風を切り替えることができます。で、左がモードスイッチで、押すたびにマックスモード、お休みモード、エコモードを切り替えることができるようになってます。そして右側のボタンが風量の調節、真ん中のボタン2つで温度を設定することができます。じゃあですね、ダクト装着してみたいと思います。前側はこの専用部品を使うんですけども、上側を引っ掛けて下にカチッとやれば、はい、これで装着完了ですね。あとはここに蛇腹をねじ込んでいけば、はい、これで好きな方向を向けたり、好きな場所まで引っ張ってって冷たい風使うことできますね。で、後ろ側はこのちょっと大きめのアタッチメントを取り付けて、今度は太い方の蛇腹を取り付けて、上側も同じようにカバーを取り付けて、細い蛇腹をねじ込みますと、はい、これで外気の吸排気管の取り付けが完了ですね。で、後ろ側は吸気と排気が両方蛇腹ついてますので、室内の冷えた空気が外に逃げていかないような構造になっていていいですね。で、こいつ他の製品群同様、スマホでいろいろ見たりコントロールしたりすることができます。ちなみに屋外では Bluetooth、 家では Wi-Fi に接続してコントロールしたり、外出先からもコントロールできるようになるみたいですね。では電源をオンにしますと、相変わらずビジュアルかっこいいですね。で、何ができるのかと言いますと、はい、アーチ状のバーを動かすと温度を変えることができます。そして下のバーでは風量を変えることができます。そしてこの M ボタンをタップすると、はい、モードを切り替えることができます。そしてここのタイマーっていうところを押すと、はい、タイマーをセットすることができます。そして右上のメニューでいろいろ設定できるんですけども、気になるのはこのドレーンモードですかね。設定の方で外に排出するか中で蒸発させるかっていうのを選ぶこともできます。いや、エアコンって微妙に離れたところからちょいちょいコントロールしたくなることがあるので、スマホで遠隔操作できると非常に便利ですね。じゃあこいつ動いてる時何ワットぐらい消費してるのか、ちょっと消費電力見てみたいと思います。で、使うのはこれ 100V 用の消費電力計ですね。これを間に挟んで電源をオンにしますと、
はいはい、だんだん盛り上がってくるんですけども、ちょっと時間を置いて見てみましょう。今最低温度&風量マックスの冷房で運転してますけども、はい、消費電力は約300ワットで、結構上がったり下がったりしてるので、周りの状況でいろいろ制御してそうです。ちなみに最高温度で暖房を運転してみると、その時の消費電力は約280ワット。スペックではもっと消費電力多そうなイメージですけども、安定して運転してる時はこんな感じなんですかね。次は一番気になる騒音を測定してみたいと思います。まずは冷房最低温度の風量弱ですね。この時の1メートル離れた場所の騒音はと言いますと、はい、約47デシベル。騒音レベルとしては閑静な住宅街や図書館内と同じレベルって感じですね。次はそのまま風量を中にします。でこの時の騒音はと言いますと、はい、約49デシベル。2デシベルほど上がりましたけども、そんなに先ほどと変わらないですね。じゃあですね、次は風量をマックスにしています。ではこの時の騒音はと言いますと、はい、約52デシベル。例えとしては家庭用エアコンの室外機の音や静かな事務所の中っていうレベルになりますね。ポータブルエアコンで52デシベルはかなり静かですね。ちなみに側面からも測定してみたんですけども、ほとんど騒音レベル変わらなかったですね。次はコンプレッサー止めて送風だけにした場合の音ですね。では風量弱に切り替えて、ではこの時の騒音はと言いますと、はい、約40デシベル。何も機器を動かしてない時の暗騒音が39デシベルだったので、これほとんど聞こえないレベルですね。ちなみに送風モードで風量が今日の場合は約50デシベル。やっぱりコンプレッサー動いてない時は風量の大きさに比例して音も大きくなりますね。でこれ一つ気づいたんですけど、風量弱で運転していてもコンプレッサーがオンになると、この排熱側のファンは結構な勢いで回るので、そこの風の音が騒音にだいぶ影響してる感じですね。ちなみに旧型も同じ測定してますけども、体感的にも全然静かになりましたね。もしかしたら本格的な無響室とかで測ってるわけじゃないので、部屋の中で反響した音を拾ってるっていう可能性もありますね。とはいえ実際はそういう環境で使うので、そんなに間違った結果にはなってないと思います。じゃあ次はですね、吹き出し口からどのくらいの風が出てくるのか測定しています。で使うのはこの風速計ですね。では出口直近の風速はと言いますと、よいしょ、はい、場所によってばらつきもあるんですけども、最大で6メーターパーセックって感じですかね。砂ぼこりが立ち、紙が舞い上がり、小枝が動くっていうレベルです。で吹き出し口から30センチぐらい離れると、はい、2.5 メートルとかに落ちるので、一点集中で風が吹いてるわけではなくて、全体に広がってるイメージですね。ちなみに中の場合だと約5メーターパーセック、弱の場合ですと約3メーターパーセックっていう感じですかね。ちなみにダクトで吹き出し口を 1.4 メートル延長した場合の風速はと言いますと、はい、約5メーターパーセックというわけで、離れたところでもそれなりの風量が欲しいっていう人はこのパイプつけるといい感じですね。ちなみに中だと4メーターパーセック、弱だと約 3.1 メーターパーセックっていう風になりました。じゃあ次は暖房性能どのくらいあるのか見てみたいと思います。で使うのはこれ熱電追式の温度計ですね。はい、この線の先っちょで測定するんですけども、レスポンスがめちゃくちゃ良くて4箇所同時に測ることができます。じゃあこれをですね本体に取り付けていきます。
はい、取り付け終わるとこんな感じで、1番が内気の吹き出し口、2番が内気の吸気口で、3番が外気側の排気口、そして4番は外気側の吸気口っていう風になってます。で、今設定温度30度の風量マックスで暖房で動いてるんですけども、この時の温度はと言いますと、はい1番の吹き出し口が 36.7 度で、内気の吸気温度が 24.6 度で、排気口の温度が 14.7 度で、外気の吸気温度が 24.3 度っていう風になってます。で、吸気口の温度が 24.6 度なので、これよりも 12.1 度暖かい風が出てきてるっていうことになりますね。ちなみに風量弱にすると温度変化するかと言いますと、噴出口の温度が 41.4 度まで上がっているので、風量が少ない方がより暖かい風が出てくるっていうことが分かりますね。風がゆっくり流れる方がじっくり温められて出てくるので、温度が上がるって感じですかね。はい、次は冷房側の性能測定やってみたいと思います。設定温度は最低の16度、風量はマックスの3にしておきます。ではこの時の温度はと言いますと、1番吹き出し口の温度が 13.4 度で、2番内気の吸気温度が 23.7 度、3番排気口の温度が 34.9 度で、4番外気吸気の温度が25度っていう風になってます。で、吸気口の温度が 23.7 度なので、これよりも 10.3 度冷たい風が出てきてるってことになりますね。というわけで冷房側もキンキンに冷えてますね。じゃあ先ほどと同じように風量を最低にして温度に変化があるか見てみますと、噴出口の温度が 11.2 度まで下がりましたので、吸気口よりも 12.4 度冷たい風が出てきてるっていうことになってます。さっきから AC100V で電源取って使ってましたけども、こいつ完全コードレス運転もできます。で、使うのがこれ専用装着型のバッテリーですね。で、こいつの容量は 1159W 時ってなってます。ちなみに単独でも USB の充電ができる端子がついてます。で、使用方法なんですけども、こいつ本体と完璧にドッキングすることできます。上に乗せて後ろにずらすと、こんな感じでロックされて、もうドッキング完了ですね。で、あとはちょうどいいところに配線が刺さるようになってますので、これを本体に差し込めば、これで電気系統も接続完了ですね。ちなみにこいつ同じメーカーのポータブル電源デルタマックスやデルタプロ、デルタ2と直接 DC 接続できるようになってます。で、当たり前ですけど AC100V に一旦変換してから使うよりもこっちの方がかなりエネルギー効率がいいです。デルタプロだと AC に比べて DC だと5時間長く使えるっていう風になってますね。というわけで私が普段から使ってるデルタマックス、これに接続してみたいと思います。で、接続方法は簡単。専用ケーブルで2台を接続するだけですね。ではこの状態で電源をオンにしますと、ちゃんとつきましたね。そしてデルタマックスの方はと言いますと、ちゃんとアウトプットの方に表示が出てますね。同じ使うにしても DC 接続だと全然使える時間変わってくるので、デルタシリーズ持ってる人はこのケーブルで接続して使った方が圧倒的に有利です。じゃあですね、次は充電実験やってみたいと思います。では電力量計を間に挟んでコンセントに接続しますと、どんどん電力上がってってますけども、この時の消費電力は約 780W。 意外に大電力流して充電してますね。じゃあこのまま時間を置いて見ていきましょう。時間経ちましたけども、ランプ4つついて充電完了してますね。で、充電にかかった時間はと言いますと、2時間8分でした。
ちなみにこいつ充電完了した後も待機電力か何なのかで少量電力使ってるみたいですね。おお、さすがエコフロー社製、充電時間めちゃくちゃ早いですね。ちなみに充電に使った電力量はと言いますと、はい、右側 1.43kW 時でした。はい、じゃあ次はですね、実際にテントで使ったらどうなるのかってやってみたいと思います。はい、じゃあですね、テント設置していきたいと思います。で、テントの設置はもうめんどくさいんでですね、組み立てがめちゃくちゃ簡単なワンタッチテントを使っちゃいます。はい、設置するとこんな感じですね。で、このテントライダーズバイクインテントっていう名前なんですけど、1人から2人用にしては珍しく2ルームテントになってます。じゃあですね、寝室の方に先ほども使ったこの熱電追式の温度計を設置していきます。はい、設置し終わるとこんな感じですね。1番はテントの外の外気温を測定する場所に設置します。そして室内の床部分、テントの中で一番低い場所ですね、ここに2番を設置して、それからテントの真ん中ら辺に3番を設置で、一番暑いと思われる天井のてっぺん部分に4番を設置します。はい、ではポータブルクーラー本体を設置していきます。じゃあまずは本体を中に設置して給排気管だけ外に出して実験してみたいと思います。じゃあ今の温度はと言いますと、はい、外気温が 27.5 度、床面が 30.7 度、中心部が 32.3 度、天井部分が 34.7 度ってなってるので、まあやっぱり天井部分が一番熱いですね。それでは電源をオンにして設定温度を最低の16度にします。風量はマックスにしときますかね。こういう時遠隔操作できると便利だな。というわけで時間を置いて見ていきましょう。はい、というわけで約30分経過したんですけども、温度どうなってるかと言いますと、はい、風量を強で回してるからか、テント内の場所による温度のばらつきそんな大きくないですね。で、一番冷えている中心部と外気温度の差はと言いますと 7.6 度というわけで、外よりも 7.6 度冷やすことができたってことになってますね。ちなみにスタート時の天井の温度は 34.7 度だったので、そこから比較すると16度下げれたってことになってます。おお、ガンガンに冷えてますね。はい、じゃあ次は本体を外に設置して冷風だけテントの中に入れるっていうようなレイアウトでやってみたいと思います。では配置換えします。では先ほどと同じ16度設定の風量マックスで運転します。はい、というわけで約30分経過したんですけども、温度どうなってるかと言いますと、はい、
はい、今回も室内そんなに温度のばらつきないんですけども、吹き出し口を上方向に向けてったので、天井の温度が一番低くなってますね。では一番冷えてる天井と外気温の差はと言いますと、はい、約7度。さっきは 7.6 度だったので、本体外に置いて冷気だけ中に入れてもあんまり変わらない感じですね。今回外がそんなに暑くないので、もしかしたら内気循環させなくても意外に冷やせてるのかもしれないです。こんだけ冷やせれば意外に真夏もいけるかもしれないですね。はい、というわけでこいつ暖房もできるということですので、気温が下がった夜にやってみたいと思います。ちなみに今の温度はと言いますと、はい、若干テント内あったかいですけども、外気温 15.1 度ってなってますね。はい、では暖房に切り替えて温度は最大の30度にセットして風量マックスで運転します。それでは時間を置いて見ていきましょう。はい、というわけで約30分経過したんですけども、温度どうなってるかと言いますと、やっぱ暖かい空気が上に行くのか、天井付近が一番暖かいですね。で、一番暖かい天井と外気温の差はと言いますと、15.3 度というわけで、外に比べてテントの中を 15.3 度温めることができたってことになりますね。気温0度以下では使えないってことになってますけど、これだけ温めることができれば冬でもいけそうな気がしますね。で、こいつ普通の一軒家の部屋を冷やしたらどうなるのか、ちょっとやってみたいと思います。で、ここ我が家の物置とかしている部屋なんですけども、約 4.5 畳、体積にすると約19立方メートルぐらいの広さがあります。もちろんテントや車に比べて全然広いので、多分用途が違うかもですけども、やってみたいと思います。で、排熱はこの窓から出してみたいと思います。そこで使えるのがこれ、付属の蛇腹を通すスポンジですね。で、こいつ 370mm×210mm なんですけども、ここの窓枠にはめてみると、意外にこれぴったりですね。で、この上のガラ空きになるところは、今回は簡易的にビニールの袋で塞いでみたいと思います。いい感じに塞ぐことできましたかね。で、この状態でハンドルを回せばそのまま窓開けることできますので、使わないときはそのまま窓閉めておけば変なのが入ってきたりしなくていいかもですね。では本体を設置していくんですけども、なるべく家庭用エアコンに近づけるためにちょっと高い場所に設置していますかね。これで設置完了して、外気側の吸気と排気もちゃんと通ってますね。で、今回も熱伝追式温度計セットするんですけども、1番を床面付近、それから2番を部屋の中腹付近で、3番を高いところ、人間の頭付近ですかね、ここら辺に設置します。そして4番は吹き出し口の真ん前に設置しておきます。で、今の室温はと言いますと、だいたい26度台ですかね。ちなみに家の外は28度くらいです。
温度設定は最低の16度で、風量の方はなんとなく中にしてみますかね。ではこの状態で時間を置いて見ていきましょう。はい、約1時間経過したんですけども、でも部屋入ってみると体感的には涼しいですね。では今何度くらいになってるのかと言いますと、はい、全体的に22度台になっているので、だいたい最初の温度から4度下がったって感じになってますかね。やっぱり普通の部屋の広さになるとなかなか時間かかりますね。ちなみに作動している状態、サーモグラフィーで見てみますと、はい、吹き出し口周辺は10度くらいまで下がってますね。で後ろの方を見てみますと、はい、なんか赤いのがいる。これ排気ダクトだな。これ40度近くあるんだな。これたとえ外に排熱しているとしても、このパイプ周辺が40度あるので、これだけでも部屋温まっちゃいますね。これ本気で家の中で使おうと思うと断熱材かなんか巻いてた方がいいかもしれないですね。ではこのままバッテリーが切れるまで放置してみたいと思います。はい、というわけで約4時間が経過してバッテリー切れで本体停止してますね。では温度はどうなっているのかと言いますと、はい、これエアコン止まった瞬間ですけども、だいたいどこも20度台で安定してる感じですね。意外にまんべんなく冷やしてるもんですね。でスタート時が26度台でしたので、約6度全体の温度を下げれたってことになってますね。だいぶ無茶な実験しましたけども、普通の部屋でもそれなりに冷やすことできますね。そして吹き出し口からめちゃくちゃ冷たい風出てるので、扇風機的にこの風が当たる場所にいれば全然大丈夫かと思います。で今回最低温度設定で、かつこんな広い部屋を冷やしたので4時間ぐらいでバッテリー切れちゃいましたけども、省エネモードでまともな広さであれば約8時間連続で使えるらしいです。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、間違いなく進化してます。そもそも暖房ができるようになった時点で大幅進化なんですけども、それだけじゃなくて冷却能力はアップしているのにサイズは小さくなって重量も軽くなってる。そして何より価格が安くなってるっていうのがすごいですね。というわけでお手頃価格で超高性能ポータブルエアコンが欲しいっていう人、あと夏の冷房だけでなく冬の暖房も欲しいっていう人、車中泊テント泊だけではなく家でも使いたいって思っている人にはぴったりかもしれないです。で最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら、下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。